はい、始まりました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、一回、FF をちょっと置いてきまして、はい。友人の、魂のデッキ、はい。相当前にいただいたリストがありまして、はい、もうね、相当前にもらってたんで温めてて、いつ発表するかっていうのを、かなり悩んでたんですが、はい、溺れる魚さんっていう、うちのコミュニティメンバーが一人いるんですよ。なるほどなるほど。はい。いつもやってるほぼ毎週一緒にやってる人とのデッキをいただきまして、最高傑作その人の、を今日は紹介していきたいなと思うんですが、はい。今日はこいつになります。ザ・セレスティアルトイメーカーになります。こいつはなんと日本語訳ありません。日本語訳っていうか日本語そうですね。タイトルっていうか名前が英語です。ないんですよね。はい。シークレットレイヤーなのかなんだろう、ドクター風なんだよね。ドクター風なんですよとにかく。はい、英語しかないんですよ。日本語訳がないということで、はい、一応能力説明しますと、日本語で一応能力説明させていただきますと、はい、エスパー2437、3マナ24です。だからエスパーカラーの各シンボルですね。そうです、そうです、そうです。で、こいつが攻撃するたび、ライブラリーの一番上から3枚のカードを見ます。はい。あなたはそれから望む数のカードを裏向きの束に一つにして、残りの表向きの束に一つにして追放します。はい。で、防御プレイヤーが誰かが、そのうちの一つの束を選びます。はい。その束をあなたを手札に加えて、で、それを残りを追放したままってことですよね。そうですね。残りは追放したままですね。はい、要は嘘まこ、ちっちゃい嘘まこできるよみたいな。3枚嘘まこですね。そうですね。はい。で、各終了ステップの開始時に、各対戦相手はこのターンに1人以上のプレイヤーに予想させたか、カードやパーマネントを束に分けさせたの呪文や能力1つにつき2点ライフを失います。はい。つまり嘘まこ的なことをすると2点のライフを失う。エンド時に失うよというデッキになってるんですね。能力1つにつきって書いてあるんで、はい、2回嘘まこすれば4点ライフを失うってことですね。そうです。そういうことになります。はい、はい、なるほど。それがこいつのメインのテーマなんですが、まずですよ。はい。どうこいつがデッキになるかっていうのは、この段階では全くわからないと思うんですよ。わからないじゃないですか。まあ、嘘まこいっぱい入れるしかないでしょ。と思うじゃないですか。まあ、嘘まこいっぱい入れるんだろうなぐらいの感覚で、そんなんでデッキ成り立つのかと。まあ、確かに。思うじゃないですか。はい。まず、1枚目、このカードからご紹介させていただきたいんですが、はい。策謀する案内人ゴラム。ほう。はい。ゴラム。初めて聞いたんですが。指輪物語ですね。指輪物語ですね。2マナの21のゴラム、クリーチャーですね。はい。で、こいつが攻撃するたび、はい、あなたのライブラリーの一番上にあるカードを2枚見て、その後それらを望む順番で戻す。で、その後土地か土地でないかを選びます。はい。で、対戦相手1人はあなたのライブラリーの一番上にあるカード1枚があなたが選んだものかそうでないかを推測します。はい。で、そのカードを公開します。はい。で、その対戦相手が推測が正しかったら、はい、こいつを戦闘から取り除く。そうでないなら、あなたはカードを1枚引いて、このターンこいつはブロックされない。ということになります。はいはい、はい。土地か土地でないかを選んでもらいます。はい。で、例えば土地ですよって選んで、はい、土地だったら、はい、で、それが土地って当てられちゃったら、こいつは戦闘から取り除きます。で、もし外れたらカード1枚引いて、ブロックされない。はい。という殴り得ということになりますよね。まあ、殴って、まあ、戦闘から取り除かれちゃうかってことですね。はい、はい、はい、なるほど。こいつを出てきたんですよ。で、まあそうしたと。で、選んで、これ選んでもらうじゃないですか。土地か土地でないか。で、2点ドレインが誘発するかってことなんですよ。はい、はい、2点ライフ失うか、失う。2点ライフ失うのは必ず確定なのかな。そうですね。はいはい。ただこいつが殴って2点ライフ失う確定するじゃないですか。メーカーの効果で。そうなんですよ。っていうことですよね。で、それで、まあ、4点ライフが確約されてる。あれみたいですね。はい、赤1マナのガイド。ガイド。なんだっけ、赤タンバーンとかに最初の方に入る、構築だと入ってる。殴ると上土地だったら相手が手札っていう。
先達っすか。先達か。ゴブリンの先達。先達か。はいはいはい。まああれと、まあ、逆っちゃ逆だけど、自分の情報アドバンテージを上げる代わりに、まあ、こいつワンドローされるか、まあ、プラスで2点ダメージが誘発するかみたいな、なんかそんな感じですかね。これが、最初に、一番最初対戦した時に、何が起きてるか分かんなかったんですよ。本当にポロナイフが階段を下ろされたかのごとく一体今何が起きてたんだっつって何が起きてるかよく分かんないよく分かんなかったんですよ。でとにかく攻撃何が起きてるかよく分かんないんですよ。それがミソになってまして、で例えばですがこの嘘か誠かというカードの種類が何種類かあるんですね。ありますね。他に例えばこの真実か詐欺か沢かっていうカードがあるんですけども、これインスタントで2マナインスタントで、5枚のカードを公開して2つの束に分ける、どちらか1つを選んでって書いてあるじゃないですか。合ってますよね。合ってますね。っていうカードだったり、これは何するんだっけ？手札に加わるの？手札に加わります。5枚のカードを2つに分けて、そんなに強いわけねえか。なんかそんな気がしていて、これにより公開された全てのカードを望む順番であとライブラリの下に置く。あなたはいや一つ手札に加えて一つライブラリの下ですね。そういうこと。その束の中から一つって感じか。束を2つに分けて一つ下に置く。っていうカードで、これただサウロンの交換条件っていうカードもあるんですが、これは強いね。ディミア3マナのインスタントでライブラリの4枚を見て、1枚をあなたの手札もう一方を墓地に置くっていうカードなんですね。2つに分けてでしょ。2つに分けて。だよね。でこれ今嘘まこを何枚か紹介したじゃないですか。これ何が起こるかって言いますと、まずこの駆け引きの段階で、統率者という段階でこの嘘まこっていうのがどういうカードなのかっていう問題になってくるんですね。これ相手に選ばせるんですよ。そうだね。昔から結構統率者の構築とかだとね、入ってたりするからね、嘘まこ。嘘まこで、嘘まこをいっぱい入れるんですね。で相手にこの他にもたくさん除去だったり、ラスだったり、対象札をいっぱい入れとくんですよ。エスパーなんで。エスパーだからね。エスパーだから対象札をいっぱい入れておいて、で相手に今この状況だったらどれがいいですかって選ばせて、それを使っていくことによってヘイトを買いづらいということになるんですね。あれサウロンって片方裏面じゃなかったっけ？そうでしたっけ？あれ両方表だっけこれ？そう裏と表っていうのもあると思います。そうあれ裏にしてトイメーカーも裏だよね。そうです。トイメーカーも裏ですから。嘘まこは両方表だから確かにあれなんだけど、そういうのもあるんですよ。そう裏も裏で心理戦だからねこれ。そうです。でそれが裏に分けたりとか表に分けたりとかもあるんですが、裏に分けるカードはかなり有利なんですよ。これ裏に分けるんで、これピンチな時に、ピンチな人に、これ選んでもらえませんかっていうことによってこの嘘まこめちゃめちゃ強く使えるという。まずそれはわかる。そうなんですよ。でそうじゃないく使う場合っていうのがありまして、これ何とかしてたどり着かなきゃいけないカードっていうのがあるんですね。これを今ちょっと交渉でうまいことやってる最中にこの例えば坂島かもしくはデルニーかもしくはうろつく玉座っていうカードがあるんですけども、誘発を増やすカードですよね。そうです。この3枚みたいなカード、何枚かあるんですけど、を探しに行くんですよ。それを秘密裏に探しに行くんです。なるほど。秘密裏に探しに行ったことによって何が起こるかと言いますと、セレスティアルトイメーカーの最後の段階ですね。最終的に鳴らしてって、やっぱり除去していくわけじゃないですか。で鳴らしていった結果、ライフは鳴らした勝利した結果、この2点のライフを失うの誘発の効果を倍にするんですよ。そうすると、何が起きるかっていうと、倍にできればいいんですよ。2倍にすると1回取られたら4点じゃないですか。でそれがこいつ殴ったら、
もう一回誘発、まあ、誘発するからね。するんで、で、基本的には4倍なんですよ。で、深夜8点まで確定されてて、はい。で、そこでワンチャン決めに行ける。まあ、各対戦相手偉いね。偉いですよね。トイメーカーは。っていうデッキのコンセプトになってるんですね。はい。はい。で、まあ、ちょっといいなと思って、なんかこれおすすめしたのが、その方に、悪酸を入れるという。出た。これ中ワッティちょっと出したらちょうどバランス良くなりますよっていう話になって、これ中ワッティちょっとあった方がいいです、このデッキ。まあかなりそもそも嘘まこ系のカードを入れなきゃいけないから、そうなんですよ。デッキのあれですね、構築は難しそうというか、何もしないって言ったらちょっと言い過ぎですけど、そうなんですよね。そうなんですよ。ドローするだけだから嘘まこってきても防御力がかなり低くなっちゃうんで、殴られちゃうとあれなんで、中和っていうちょっと入れてる構成になりました、最終的には。なるほど。はい。で、今ので何が起こってるかわからないまま勝っていくというこの面白デッキなんですけども、いかがですか、この構成。まあ面白いカードだよね、間違いなく。そうですよね。ちゃんと英語を調べないとダメだね。ゲスって書いてあるよね、確か。ゲスって何ですか？推測する。はい。なんかね、そう、どれが日本語における推測しているかどうかが結構テキストによって曖昧だったりするんで。そうなんですね。ちゃんと英語見てゲスするって書いてない、ゲスって書いてないと多分誘発しない。からちゃんとそこ調べてからデッキに入れることをお勧めします。だからかなりこのなんか選ばせたり、自分が選んだりするっていうのが、かなり選択肢としてかなり深いと思うんですよ。まあ逃走者らしいカードだしね。それがかなり最高傑作だなと僕は思ったのでその方の、まあいいデッキですね。かなりいいデッキだったんで、今回ご紹介させていただきました。でですね、高評価ですね。高評価が、もう80いきましたら、その方のリストをいただいてますんで、発表させていただきますんで、よかったら高評価80お願いします。あとですね、なんとイベントがありまして、これまあもう結構もうこれ発表していいのかなっていう一応決まってるんですが、8月9日土曜日の14時からイベントありますんで。なるほど。まだちょっと概要出てるかどうか分かりませんが、多分でもこれ公開する頃には出てると思いますんで、よかったら参加してくださいということで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。FF 限定構築じゃありません。普通の逃走者です。ということでよろしくお願いしますということで、高評価チャンネル登録お願いします。よろしくお願いします。今回の動画は以上になります。おしまい。